君ならできる。君でもできるということで、今回ははい、サービスをやっていきましょう。お願いします。お願いします。こう修造さん、やっぱ僕は修造さんのサーブがやっぱり世界でももちろんスピードもそうですけど、やっぱその僕がプロになりたての頃にこう一緒に練習をしてて、うわこのサーブはちょっと僕もサーブ得意でしたけど、なかなかやっぱこれは同じようにはできないなっていう、なぜそうなったんだろうかなとか、この特に考えの方ですね。そうですね。でも僕のサーブは自分で受けたことがないんです。はいはい。だからどんだけすごいかっていうのはいくら映像自分の試合見ててもあんまよく分かんなくて、何が嫌だったの？やっぱボールのバウンド後の高さですね。この推進力がおめでとうございます。すごい。何がおめおめでとうございます。修造さんのサーブがやっぱあそこまでこの練習コートでもそうですけどドーン当たるっていうのがすごいなって単純に。いや嬉しいですね。なぜなら僕はもう全てだよ。これもサービスの全てです。僕が相手だとしますね。相手の感覚で言ったらバウンドしてどこを打点にするかっていう、いわゆるバウンドのここがサーブなわけ。どこに打つのも大事だけど、バウンドの高さと回転とスピード全てが彼の当たった時にどう感じてくれるかが僕のサーブのもう一番のポイントだった。だからこうよくアメリカでやってたのは、この後ろのフェンスありますね、そのところにこうコーチに立ってもらうとかなんかして、バウンドが必ずこの高さに来るとかね、スピン系の場合どうのかっていうところあったんですけど、僕のサーブって昔は高さを大事にしてたんですよ。ここからサーブをこのぐらい曲げてた、曲げて上にジャンプする力で打ってた。ただそれによって膝がやられちゃったわけ、で膝を使わずにどうすればいいかって考えた時に、これ全員に進めれるわけじゃないですよ。僕の場合はトスを前にすることが一つのパワー、そして体を思いっきりひねって、言ってみればここで言うと見えないかな、2個目の入り口、ロッカールームのここら辺ですかね、あそこにサーブを打ってるぐらいの気持ちで肩回してたんですね。それに昔はどちらかというと肩回すよりここから上にバーンってこの上に対しての力だったんだけど、膝がダメになってからはラケット大体ね落とした時に1本いかなかったぐらいを目安にしてたの、昔はね。その後は1本半になったんです。だからトスがここなわけ、ここで打ってるわけ。そのためには相当前に行かなきゃいけないし、こんな感じで当たるから体幹を鍛えなきゃいけなかったのね。ただあんまり力を入れずにもスピードが出るようになった。その代わりバウンドがしなくなったんです、今度は、ジャンプしてないから、そこで入れたのがスライスですね。さっき高尾があった、Please subscribe。僕の一番好きなサーブはここだったの。ここら辺、アウトサイドからのそう向こうからこう感覚的に言うとここからこういうここですね。でしかもここで構えてるからサーブが離れていくんで、だいたいここら辺で触れるふうにずっとコーチにここにいてもらって、どのぐらいカードが来るかと。ただですね、大事なのはこのスライスのセンターのサーブを大事な時まで絶対打たない。試合が始まってから、基本ベースは僕はここに打ってた。大体ね。しかもスライスというよりもフラット系にしてた。で一番僕の不得意なところ、サーブはあんまり得意じゃなかったんですよ、フォームとか。なぜならこういう形、フォームはこういう形、ちょっと今昔のサーブやってますよ、こういう感じだったね本当に。いや本当だ、見たことあります僕。僕もよく真似見たことあります。否定できないところもうものすごい緊張してこうやってなんかわざわざしゃがんでこうやってやってみたいなやってて、それでこっからこのぐらい曲げて
下に行ったっていうぐらい曲げててジャンプをしていたっていう、その頃のサーブはアドバンテージサイドのバックは打てたんですけど、トスを前にするようになって自然に肩を入れた形でこっち側サイドです。今間違えましたけどバックハンド打つようになってここを打つのが一番不得意だった。今のねトップ選手はみんなここが打ってんの。打てますね。しかもフラットで打ってんの。フラット不得意です。打てません。もう全然入らない。だから一つはトスを右に上げてたってところあるんですよ。一つはね。でサービスの中で高尾もこのスターテニスチャンネルで言ってました。どうしても高いところで取りなさいっていうから、こうやってやろうとするの、やっぱりこう当たってくる、しかも僕は野球が得意だったから、投げるっていうことを考えた時に絶対このテイクバックがこっち入ってきちゃダメだと、ここにいなきゃいけない、でここからやってくるんだみんなテイクバックもうジュニアでここに入った時点で変えようって、そこだけは変えますね、どうしても。この部分からどうしてもラケットこうは入ってきませんから、横でこの部分でどうやって相手に読ませないってことですね。大事なのはここにトスを上げたらこの人スライスですよね、ここにトスを上げたらスピンですよねって、そういう読まれ方をしないってことは大事だと思うんですよ。どうでしょう。同じフォームから要するに同じトスからいろんな球を出せるってことですよね。そうしないと読まれちゃうんじゃないかなっていうのはあった。修造さんと練習させてもらった時に、最初もう右に上げてたので、もう右かじゃあこっちかなって思って体重移動するとこっちに打ってきたりとか。修造さん結構右側に上げて、確かにワイドアドサイドのワイドはあまり得意じゃないって言ってたけど、結構それをやられてた傾向あります。僕もデュースサイドだとこう右に上げるから通常はこうワイドでワイド打たれたからまたそこ打つんだろうなと思ったら同じとこに上げてセンターの方も打ってきて、そういうなんていうのかな、こう騙し方を後半は結構してたなと思って。だから一言で言うとフラット系のあとスピン系がこの2つあんまり得意じゃなかったんですよ。でここにサーブが入ってきた場合、ここですね、向こうから入ってきた場合スライス系だと内側にここで取られちゃう、で大体僕ぐらいの200超えると打ってから僕のところまで来るリターンまでは 0.3 秒ぐらいなんですよ。まぶたパッと開くぐらいのところで来るから読まれない限りはここに来てくれればエースですね。でも僕の場合こっちに来るからこれが大弱点だ。この弱点をどうにかやるためにやったのがこのサイドとボディ。これは特にウィンブルドンの95年ベスト8入った時のセカンドサーブは 85% ボディにしたの。85ですよ。ほぼここですね。でボディがこんな効くんだっていうふうに思い始めて、でやっぱり昔のセカンドサーブって全部バックだったんですよ。でそれを僕途中からキックサーブが不得意だったから、キックってこうだいたいここら辺まで高くいくでしょ、これが高尾どう思ってました？僕のキック。いやキックサーブっていうものはあんま逆に打たないんだろうなって思ってました。たまに右側に上げてんのにちょっとなんていうんですか、こう横にはいかないけど縦回転を打ってるんだなっていうのはありました、セカンドサーブでは。だからよくこうトップ選手とかでねこうキックドカーンっていくあれじゃかっこいいと思うんだよ、打てないんですよ。ジュニアに対してもう小さい子から今キックを教えなきゃいけないから、今は打てるようになったんですよ。でも現役の時はどうしてもここからこういう形で終わるっていうよりもこっちに入りたかったんだよね、なぜか全然うまくいかなくて、だったらスライス系のキックでいいやって思ってたから、余計セカンドサーブが甘くなってたんですよ。でどんどん攻められちゃうからスライス系のスピンで通用するにはボディと、あとは一番これ上級者だとしたらですよ、注意しなきゃいけないのは僕がもう最も気をつけたサーブはここです。
背が高いからだいぶいくんだけど、このサーブですね、これはむちゃくちゃ頼りたくなる。なんかプレッシャーかかるとあそこ打ちたくなる。で最初は合わないね向こうが。でポイントは取れるね。でも本当に大事な時、特にトッププレーヤーとか、さっきエース取ってたのにっていうのはバーンってストレートやってくるんですよ。だからもうそこに頼り始めたら自分のサーブのリズムが変わっちゃうっていうのはすごくありますね。Star Tennis Academy。本当にバウンドやっぱしなくなるんだよね。昔と比べるとね。すいません。特にバックサイドの、このぐらいなんかこうスムーズな感覚が欲しいんですよ。それをものすごい考えてました。あーって言ってんだけど声はあーって言ってんだけど心はすごいスムーズにっていうのをものすごく大事にしてたかな。って言いながらすごくスムーズにしてるとバウンドも体も何か統一感が出てくるっていうのは大事にしてましたね。修造さんのサーブですごいなと思ったのは、やっぱこの胸のところがしっかりこうなんていうんですか、こう吊り上げられるっていうんですか、そのこのなんかねポスターでもね一個あったのよ。この上から撮られている写真でキューッとこのいわゆるこの伸び上がる時の反り上がってこう、それがすごいなっていう。これはね真似できない。できないですか？できない。でも当時あれですか？しちゃいけないの。肩甲骨だ、ね、まあいろいろ怪我はあったと思いますけど、肩甲骨の柔らかさとか、その例えばまあ前屈とかは、意外と柔らかいね。柔らかいですか？そうそう、意外と柔らかいね。で手はつきます。ただその石黒治さんって分かんないでしょ。テニスのプロ初めて作られた方なんですよ。でその方に初めて僕はテニスを教えてもらうんですけど、うちの父もデビスカップ選手だったから石黒さんにアドバイスをもらったんですって。そしたらテニスをさせるなって最初は小さい頃水泳をさせろって言われた。僕むちゃくちゃ水泳早かったんですよ。小学校5年まで水泳なの。だもうそのままこうオリンピッククラスのトーナメントをずっと出てたんですよ。嫌いでね水泳がねでもその水泳をやっていたおかげで僕は自分でスイミングサーブって言ってね。で僕の肩のこの腰の柔らかさ、このひねりとここから出るスピード感は他の人じゃ多分できないから、僕のサーブは真似しない方がいいんですよ。ベースはね。だからここの高尾が言ったようにここから来てるのなんとなくクロールとかバタフライ、なぜならクロールってこう来るじゃないですか、サーブなんですよ。ヒュッダン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 つながってるんです。つながってるんです。水泳から来てる。でもサービスが水泳やってない人はこのサーブをこうやって泳いでるみたいな、担いじゃうんですね。こうやって泳ぎながらサーブを打ってるから、それはスピード出ませんよっていうのを伝えてるっていうことですね。まあ僕らもね、そういう言い方はね、表現が違うだけで、まずサーブ練習する前にクロールからやった方がいいっていう。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!